霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著2その頃の生活。まずその頃の私たちの受けたしつけにつきて申し上げてみましょうか。時代が時代ゆえしつけはもう至って簡単なもので、学問は読書、手習い、また華道一通りすべて家庭で収めました。武芸は主に薙刀の稽古。母がよく薙刀を使いましたので、私も子供の自分からそれを仕込まれました。その頃は女でも武芸一通りは稽古したものでございます。娘時代に受けた私のしつけというのは、大体そんなもので、馬術は後に三浦家へ嫁入りしてから習いました。最初私は馬に乗るのが嫌でございましたが、夫から女子でもそれぐらいのことはいると言われ、それから教えてもらいました。実地にやってみると、馬は至っておとなしいもので、私は大変乗馬が好きになりました。乗馬袴を履いて、すっかり服装が変わり、白鉢巻きをするのです。主に城内の馬場で稽古したのですが、後には乗馬で鎌倉へ里帰りしたこともございます。従者も男子のみでは困りますので、一人の腰元にも乗馬の稽古をいたさせました。その頃、ちょっと外出するにも、少なくとも4、5人の友は必ずついたもので、今度はその自分の物見遊山のお話なりといたしましょうか。物見遊山と申しても、それは至って単純なもので、普通はお花見、潮干狩り、神社、仏閣詣、そんなことはただいまと大した相違もないでしょうが、ただ当時の男子にとりて何よりの楽しみは獅子狩り、うさぎ狩りなどの遊びでございました。いずれも手に弓矢を携え、馬にまたがって大変な騒ぎで出かけたものでございます。父は無人ではないのですが、それでも山狩りが何よりの道楽なのでした。まして筋骨のたくましい武家育ちの私の夫などは、3度の食事を一度にしても良いくらいの熱心さでございました。明日は大楠山の巻き狩りじゃなどとお触れが出ると、乗馬の手入れ、兵糧の支度、刈子の勢ぞろい、まるで戦のような大騒ぎでございました。そうそう、風流な優しい遊びも少しはありました。それは主として能狂言、猿楽などで、家来たちの中にそれぞれその道の校舎などがおりまして、私たちも時々見物したものでございます。けれども自分でそれをやった覚えはございませぬ。京都は違って東国は大体ぶばった遊びが流行ったものでございますから。衣服調度類でございますか。鎌倉にもそうした品物を売りさばく秋うどの店があるにはありましたが、先ほども申した通り、別に人目を引くように品物を店頭に陳列するようなことはあまりないようでございました。呉服物なども良い品物は皆特別におらせたもので、機織りがなかなか盛んでございました。もっともごく高価の品は鎌倉では間に合わず、やはりはるばる京にあつらえたように記憶しております。それから食物、これはただいまの世の中よりずっと簡単なように見受けられます。こちらの世界へ来てからの私たちは全然飲食をいたしませぬので、従って細かいことはわかりませぬが、ただ私の守護しているこの女の平成の様子から考えてみますと、今の世の調理法が大変手数のかかるものであることはうすうす想像されるのでございます。大層甘い白い粉、砂糖とやら申すものは、もちろん私たちの時代にはなかったもので、その頃のお菓子というのは、主に米の粉を固めた内菓子でございました。それでもうっすりと、舌に甘く感じたように覚えております。また、物の調味には、肝臓という薬草の粉を少し加えましたが、ただそれは上の人たちの調理に限られ、一般に使用するものではなかったように記憶しております。無論酒もございました。
濁ってはおりませぬが、しかしそう透き通ったものでもなかったように覚えております。それから飲料としては桜の花漬け、それを湯飲みに入れて左右をさして客などに勧めました。こういったお話はあまりつまらなすぎますので、どうぞこれくらいで切り上げさせていただきましょう。私のようなあの世の住人が食物や衣類などに尽きて遠い遠い昔の思い出語りをいたすのは何やらお門違いをしているようで、何分にも興味が乗らないで困ってしまいます。